ガレージチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回は前回のサビとの戦い編に続きボールペンへの道第2回パテモリ研磨編です。サビキラーの効果を確認しながらパテモリ研磨と作業を進め下地処理を完了させたいと思います。とっても地味な作業なので皆さん眠っちゃいやいよ。最後までゆっくりしていってね。サビキラーを塗って1週間後に様子を見るつもりだったのに年末に仕事が忙しくなっちゃって2ヶ月も経っちゃいました。おかげでサビキラーの検証には十分な時間ができました。早速サビが再発していないか見てみましょう。トランクフード OK ですね。トップルーフはどうかな。ボンネットも OK です。開発していたところも大丈夫でした。さすがサビキラー、いい仕事してますね。削っていきましょう。カラー研ぎペーパー120番。まずパテを盛る前に余分なサビキラーを削ります。ボンネットの傷は浅いので楽でした。改めてパテもいらないくらいです。後々パテを削るのも大変なので無駄なパテを極力使わずに必要最小限で済ませるためにできるだけ平らにしておきます。手の感触で凸凹を確認しつつサビの見落としがないか見ながら無心になってひたすら黙々と削ります。無の境地が体験できます。クワンクはとにかく重症です。ルーフは軽症なので気分的に楽です。余計なことは考えずガンガンいきます。これでやっとサビともお別れできる。もう少しで終わりだ。一通り削り終わったのでシリコンオフで脱脂しながら拭いていきます。ですがプラサフを塗るまではやめた方が無難です。余分なサビキラーが盛り上がって出っ張っていたところは平らになったのであとはへこんだ部分にパテを入れます。
よし OK でしょう。ボンネットの傷は浅いのでこちらの薄付けパテを使います。パテ乗りスタート。付属のヘラを使ってできるだけ薄く硬化剤は使わない自然乾燥なので厚く塗ると時間がかかってしまいます。続いてトランクフードをシリコンオフで拭きます。深めのへこみにはこちら資材と硬化剤を2対1の長さに出してパレットの上でよく混ぜます。硬化剤が多いとあっという間に固まり伸びなくなって使えなくなるので私は4対1くらいの方がやりやすかったです。へこんだ部分だけを埋めるように後で削るのは大変なので余計なところや平らな部分には盛り付けないように気をつけながら手早く塗り込みます。一度で完成させる必要はないので気楽にやりましょう。パテ盛り2回目いきます。さらに低い部分に盛り付けます。パテも硬化したのでやっと削れます。ボンネットの仕上げ削りに入ります。当て板なしで手の感触を頼りに高い場所を重点的にボンネット平らになりました。いよいよトランクいきます。雲が速い。トランク平らになりました。屋根削ります。だんだんいい感じになってきました。骨部分は削れたと思いますが低い部分を確認してみましょう。この黒い部分は低いため削れていません。黒かったパテが白っぽくなっていれば削れている証拠です。というわけでパテ盛り3回目いきます。トップルーフもできるだけ薄く広くここから仕上げ研磨していきます。あまり力を入れず表面を撫でるように目詰まりをもう一枚で取りながら手の感触で高いところを探しながらプラサフを塗った後をイメージしてプレスラインを復元しています。仕上げていきます。よし OK でしょう。
プラサフを塗りたいと思います。でもここではスプレーできないので場所を変えるため移動します。よし、分かった。あれ、止まっちゃった。やば、様子がおかしい。セルは元気に回っているのに配りかけたりするから喧嘩はしていると思うけど、アクセルを踏み込んでみてもだけど謎の煙が止まった。ダメだ。すごいガソリンの匂いが。しかも腐ったガソリンの匂い。というわけで塗装どころではなくなり、エンジン始動に向けて原因究明が急務になりました。近所のちょい飲みが多く燃料が古いのは事実。燃料ポンプやフィルターも怪しく、下に潜って燃料ポンプを確認したいと思います。続く。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。